石垣島に来ている僕たちは12時半発のフェリーで竹富島へ向かいます。竹富島への定期船は主に安永観光と八重山観光フェリーの2社、どちらも所要時間は約15分なので時間や予定に合わせて選ぶ感じです。ちなみに急遽決めた旅行で竹富島での夕飯の予約ができなかったので、非常食用に港でおにぎりとお酒を買い込んでから向かいました。定刻12時30分発、竹富島行きのお客様は8番乗り場に。混んでるから中かな。中かな中にするか。広くて涼しい。竹富島行きのお客様は8番乗り場よりいい風へご乗船ください。どうなってるかね。ねえ乗れるのかね。乗れればら。竹富島に到着して迎えに来てくれている宿のお母さんと合流。今回のお宿はゲストハウス竹富さんです。はい、レンタサイクルがお宿にありました。いっぱいあるじゃない。よかったよかったよかったね。宿に荷物を置いたら早速レンタサイクルを借りて島内散策へ。では行きますか。ヒュー。これがまた最高に気持ちいい。白い道を自転車で走って風を切って海へ向かって、まだ少し早いけどもう完璧に夏休みです。おー、涼しいね。いいね。うん。割と平坦な島だけど特に下り坂が爽快。ちなみに明日から天気も下り坂みたいなので晴れているうちに島時間をゆるりと楽しみます。暑。早速。すごいね。遠浅だね。うんね。全然波が。波がない。うん。うん。いい湖。ね。ね。全然これじゃあ泳ぐのに足らない深さだね。そうやな、本当。うん。足湯。足湯だね。皆さん使ってるって感じだね。うんね。お風呂みたい。続いてやってきたのは海地浜。星の砂がね探してるそうです。ね、皆さん。してらっしゃいます。スノーモンキーの地獄谷で似たような雰囲気みたいな思いが。確かに。どこだっけ？もて先か。だっけ？島内散策の途中でパーラーガンジュ屋さんへ。僕が黒蜜ベースの大人パフェを、やさんはフルーツベースの南国パフェを注文。自転車でクタクタになった後の甘いもの最高です。暑さで溶けちゃう前にしっかり涼ませていただきました。
そして竹富島のシンボルなごみの塔へ。今は塔そのものには登れないようなので、近くの展望スペースから竹富島らしい赤瓦の景色を楽しみました。この日の竹富島は27度。島内は初夏を越えてもう普通に夏の陽気。いろんな花も咲いていて南国らしい景色に気分は上がるんですが、自転車で走り回ったらしっかり熱中症気味。ということで一旦宿にて休憩。夕飯に備えます。宿の近くの志田名館さん、ちょうど空いているとのことでラッキー入店。もともと夕飯難民にならないよう食べ物は買い込んできていたので、ほぼビールと泡盛目当てです。いいお疲れ様。海でも水温ちょっとまだ高くて、しかも美味しい。うまいね。やっぱり暑かったし喉乾いたし。喉がね、熱中症になりかけてたからね。ついでにアグー餃子や車エビの素揚げも注文。これがまたすごく美味しい。緩やかな島の雰囲気の中で楽しい時間になりました。ちなみに7時頃に来たお客さんは空席待ちしてました。島には食べるところもお店も少ないので、早めの入店会予約しておいた方が良さそうです。逆に飲みやすいかも。保守の方が。3杯目。泡盛が3杯目。そうだったね。だいぶ度数高め。すっかり暗くなって部屋で飲み直すことに。匂わせ。お酒も食料もいろいろ持ってきたので、帰りの荷物にならないようしっかり消費しなくちゃです。割ったオレンジサワー。石垣島パイ。すごいね。乾杯。乾杯。というわけで、今回我々がなぜ竹富島にいるかを、そうですね。やさんの口から説明していただきましょうかね。私から。まさかのね、名前を間違って。そうなんですね。U の名前をね、スペルを間違って。しかも子音の方をね間違えてたんですよ。U をようとかじゃなくてね、スペルミスが発覚したせいで、4月29日、成田空港行った時にね、発覚。空港で発覚。それまでね、まるっきりお任せしておりましたので、ね、全然気づきませんでした。まるっきり気づきませんでした。マイルが登録できないのは何だろうね、なんか言ってたからね。なんでだろうってね。前日ね。なんでだろうね。まさかのね、丸太行きが。丸太が沖縄に、変更になりました。申し訳ない。というわけで、ただいま石垣島におります。これはこれで良かったかな。そう言ってもらえるなら。そういうしかないかな。ね、ごめんね。はい、乾杯。乾杯。てかさ、やっさんの妹めっちゃ写真うまくね。意外と綺麗に撮れてるよね。なんかもう写真見たらなおさら行きたかったわ。ほんとごめんね。
そして次の日の朝、予想通り天気はいまいち。ゆっくりと宿の朝食をいただいてから9時20分発のフェリーに乗るため港まで送ってもらいました。石垣島に戻ってからは3時45分の飛行機の時間まで商店街でのショッピングやランチを楽しみます。その様子は次回の石垣島動画でお楽しみください。それでは今回はこの辺で。まったねー。